日本版私の夫と結婚しての3話と4話はついにオリジナル展開になりました。韓国版との印象的な違いと注目ポイントをレビューします。相違点1、特に注目なのは親友のレイナのキャラ設定の違いです。韓国版のスミンは最初からミンファン狙いでか弱いふりをしてミンファンを横取りする策略家でした。最初はいい子の仮面をかぶってじわじわ表変していくタイプ。一方、日本版のレイナはなんと鈴木部長に恋をするというオリジナル展開に。しかも部長から辛口に好意を全否定されたシーンは爽快なシーンでしたね。キスしたの？とびっくりしてたら、その後のクソ野郎はまさにホラー級で吹き出しちゃいました。日本版は最初から悪女キャラ全開で周囲にも隠す気ゼロという大胆設定が見どころです。相違点2、部長のイケメン変化シーンがなかった。韓国版はメガネかけて冴えないスーツを着ている部長がジウォンに好かれるためにかっこよく変身するシーンが印象的でしたね。日本版の部長は最初から文句のつけどころのないイケメンだったので変化なし、笑い。相違点3、部長と仲良しの同僚を恋人と勘違いするシーンから誤解を解くシーン。韓国版は妹へ電話スピーカー越しの誤解の解き方が面白かった。家族の縁を切るにはジウォンもびっくり。日本版はシャインマスカットの収穫後、機嫌の悪いミサを気にかけ、ミサが部長を問い詰めると妹ですとスマホの家族写真を見せられてびっくり平謝りという展開でした。電話を直接かける韓国版との対比がありましたね。相違点4、モラハラ夫の怒りのぶつけ方が違った。勝手に浮気を疑ったミンファンがジウォンの腕を強くつかみ抑圧的な怖さをにじませていました。日本版も浮気を疑った智也のモラハラ体質が一気にあらわに。ミサのほっぺを突然平手打ちするというショッキングな展開にミサの怒りは頂点に。相違点5、主人公の決断力とキャラに違いが現れた。韓国版のジウォンは冷静に復讐を内に秘めながら結婚を受け入れ段階的に反撃していくスタイル。日本版ミサは撃たれたことで感情的になる4話で元夫との婚約を破棄し自分の人生を取り戻そうとします。ところが未来の台本が白紙に戻ることで自分の命が危険にさらされます。大いに運命を変えようとすればラストシーンが来る。いよいよ韓国版との決定的な分岐点に突入しました。もう絶対にオブタを死なせない。まとめレビュー。3から4話では韓国版の再現だけでなく日本版ならではのオリジナル脚本が本格始動しましたね。特に4話の婚約破棄のシーンでは未来が大きく変わり物語は完全に日本オリジナルに舵を切った印象です。ここからはもう本家と比較するより別作品として楽しむのが正解かもしれませんね。この先鈴木部長の動きやタイムリープの描かれ方にも注目です。5話以降もどう展開していくのか引き続き目が離せません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。